はい、こんにちは。今日はね、ヘリコプターやっていきたいと思います。前回届かなかった空中遺跡、あそこまで飛んでいきたいということで、行ってみましょう。まずはここでは作業しにくいので、ちょっと荷物をまとめてドローン基地のあたりまで戻りましょうか。ついでに硫黄はできるだけ持っていきたいのと、逆に今回使わないものは置いときましょうかね。ちなみにこの辺は次回使います。で、スクーターは私が乗ってるとこの坂は登れないとはいえ、私が手で押してやる分にはなんとか。とりあえず平坦なところまで持って行って荷物は積み込みます。なんやかんやってよし、いざ。帰りは下り坂なので楽ちんなんだけど、この世界では高速で回転するものが理不尽な壊れ方をすることがあるので、逆にスピードが上がりすぎないように注意した方がいいですね。まあ私くらいのつよつよプレイヤーだとその辺の調節の仕方も慣れてるので、いや、壊れんのかーい。よし、じゃあここからヘリコプターを作っていこうと思うんだけど、プロペラを作るにしてもちょうどいい大きさのものがなかなか。なのでクリエイティブモードにやっていきました。で、まず草でプロペラを作ってそれをモーターにつけるんだけど、この角度の調整が結構難しいんだよね。スナップがオンのままだとなかなかうまくつかないので、ここはオフにするとして、上昇用のプロペラとしては角度は浅めの方がいいはず。よし、まあこんなもんかな。で、モーターはこっち向きに見た時に時計回りに動くので、これでちゃんと角度が正しいかどうか確認しとくと。間違ってるね。もうこれ絶対一回間違うんだけど。よし。で、プロペラに関してはさっき作った1枚の羽を複製して重ねます。これはこの世界特有の物理現象なんだけど、こうすることで揚力を加算することができます。どちらかというと物で空気や水を遮ることができないってのが関係してると思うんだけど、細かいことは置いといて、こんな感じでいいんじゃないかな。試しに動かしてみると、いい感じではあるんだけど、電池1本じゃ足りないかな。これならどうだ？おー、ちょっとね、この映像だとそうは見えないんだけど、うまくいってます。いやいや飛べてないじゃんって思われるのはごもっともなんだけど、一瞬上に進めてるのが確認できたのと、飛べない主な理由は反作用ってのも分かってるんでね。これモーター本体がプロペラと逆向きに回ってて、プロペラの動きを半減しちゃってるんだよね。要するにこの反作用さえなんとかすればプロペラに正しく力が伝わって飛べる。で、その方法もいくつかあるんだけど、今回は一番簡単な方法、力技でいきます。
まあ100分は一見にしかずなので、ひとまず試してみると、よし、飛べました。これね、この世界ではプレイヤーは物理法則による回転を受け付けないのと、かなり強い腕力を持っているので、これで反作用を押さえつけてます。ただ押さえつけるにしても限界があるのと、一瞬でも手を離すとバランスを崩しますねとはいえ肝になる部分は出来上がったので、これを設計図登録しといて、はい、ノーマルモードに戻ってきました。ここでさっきのプロペラ部分を作ります。根幹部分はモーター一つ以外は草と木なので集めてくればいいだけなんだけど、問題は電池。ちょっとね、これ初めにソーラーパネルで充電できるようにくっつけといたんだけど、全然充電できてないんだよねなのでちょっとね、電池だけ調達しに行きましょうか。まあソーラーパネルは発電量も少ないってのもあるんだけど、そもそもずっとクリエイティブモードにいたんでね一応先に言っとくと、充電の方法はいくつかあって、その辺は次回やる予定です。まあとにかくさっきと同じものとはいえ、一応動作確認しとくと、ちゃんと飛べてますね。っていうか、待てよ、飛べすぎてまずい。うまくいきすぎてて、これだともう空中遺跡まで届きそう。はい、じゃああとはボディを作っていきますが、本当は簡単なボディで見た目を整えるだけのつもりだったんだけど、さっきの飛び方からしてそれだと動画がもう終わっちゃいそうなんだよねなので目標を情報修正して、ボディとしてこのスクーターを使ってみましょう。重量が結構上がるので、これで難易度が上がるはず。っていうかね、どのみち近いうちにはやるつもりだったというか、このセカンドシーズンではこいつをベースにいろいろ変形させていく予定です。で、基本フレームができてるとはいえ、タイヤがいらなくなるのと、重量が増える分バッテリーもいっぱい必要になるはずなので、配線周りも改造してます。とりあえず基本はこれでいいはずなんだけど、びくともしないですね回転数もまだ上限の 480rpm まで余裕があるので、バッテリーを増やすっていう方針もありなんだけど、それよっかプロペラの枚数を増やすのが効率的な気がする。とりあえずクリエイティブモードでさっきのプロペラと同じものを複製して、単純に羽の枚数を重ねます。これでほぼ倍の効果が得られるはず。試してみた感じ、プロペラが強くなった分手で押さえづらくなってるんだけど、ちゃんと飛べますね。さっきの機体なら重量分で反作用が抑えられるかもしんない。まあその辺はね、あーだこーだ考えるよりもやってみた方が早い。そんなこんなっていざ反作用が強すぎる？さっき確認したものよりも
機体の重量がある分電池の本数を多くしてるので、その分反作用も大きくなってるって理屈自体はわかるんだけど、明確に反作用が発生してることを確認しやすいように上から見てるんだけど、なんか直感的に電池の量だけじゃないような気がするんだよな。あ、わかった。これね、回転する中心から離れたところを掴んで固定してるんだけど、これだと支点から離れたところに力点が発生して変なところに作用点が発生するんじゃないか？横から見てみるとコックピットより後ろにプロペラを配置したことが間違いなような気がするので、できるだけ頭の上に合わせた方がいいのか？いや、この場合手の上か？ちょっとこの辺は厳密には機体の重心にも関わってくるところだと思うんだけど、正確な重心位置なんてものを調べる方が難しいので試した方が早い。するとずいぶんマシになりましたね。理屈はおおむね間違ってなさそうなので、あとは微調整かな。今のところの問題点は2つあって、まず上昇が足りない問題。それの簡単な対策は軽量化かな。目立つところでこのスキット部分に使ってるゴムは結構重たいので、半分くらいにしちゃっても強度的に問題なさそう。それ以外は目立って重たい部品は見つからなかったので、残骸みたいになってた部品だけ外します。で、もう一つの問題、反作用が強いっていう点に関しては電池を減らします。これはさっきの上昇が足りない問題と矛盾するんだけど、軽量化との総合バランスになってくるので、試しながら調整していく感じかな。そんな感じでなんやかんややっていくと、なんとか飛ぶことができました。ちょっと上昇力が弱い手応えはあるんだけど、ギリギリ腕力で制御可能な感じです。スピードは遅いし風に流されてる感じもあるんだけど、ちゃんと方向転換もできますね。とはいえあの空中遺跡まではちょっと難しいか？いや、これもしかして届くんじゃね？風にうまく乗ればいけるんじゃないかってところなんだけど、マジか。空中遺跡に到着しました。正直完全に諦めモードだったんだけどとにかくここの目玉商品はニトロセルロースとロケットエンジン。特にロケットエンジンはここでしか入手できないアイテムなので大事に持って帰りましょう。あとは電池とかソーラーパネル、これらは他でも手に入るんだけど、今は足りない素材なので全部持って帰ります。なんやかんやごちゃごちゃ積み込んで、いざあれ、まあこれだけ重けりゃ飛ばんわな。さっき重くて飛ばなかったのを軽量化したくらいなので、
冷静に考えればわかることなんだけど、とにかくこの下は危険なものがないことが分かってるので、下に投げ飛ばして後で拾うことにします。よし、じゃあこれで帰還しましょうか。ということでヘリコプターやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。予定では飾りだけのボディを作る予定だったのか、無駄に難易度上がっちゃったんだけどまあとにかくね、関西用に関してはすでに定番化してる二重反転機構があるのと、今回思いついてやらなかった仕組みとかもあるので、その辺は今後また改良していくときに考えましょうかね。で、今回途中で電池が足りなくなったりしたんだけど、そもそも充電する仕組みをなんとかしたいということで、次回は発電いろいろやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。